390話轟ショートライジングでついに決着したダビと轟家の因縁。群河山荘跡地で繰り広げられていた数々の戦いが終結し、最後のヴィランとなった戸賀卑弥呼。今回は今後描かれるであろう戸賀卑弥呼とお茶子の戦い、そして戸賀卑弥呼がどうなってしまうのかについて考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。390話でダビと轟家の戦いに決着がついたから、次はどこの戦場に移るのかな。黒霧のワープゲートによって転送されてきたダビと戸賀卑弥呼は、たった2人で群河山荘にいたヒーローたちを追い詰めました。トガトゥワイスが無限増殖することでヒーローたちを足止めし、避難民もろとも道連れに自爆しようとしていたダビでしたが、上の句から駆けつけた轟ショートの代表解消によって鎮火され、一命を取り留めます。全身ボロボロに燃えてたけど、体の内側から氷結の個性を発動していたから生き延びることができたんだね。夏男がつぶやいた「この先地獄だ」というセリフは、今までお互いの存在から目を背けてきたことをやめ、東野が犯した罪に家族全員で償っていこうという決意の表れにも見えましたね。群河山荘って今どういう状況なの？オール・フォー・ワンは巻き戻し団によって全盛期の肉体を手に入れ、信楽と村の元へ飛び去り、ダビが鎮火され、配下のヴィランたちもほとんどが捕獲されてしまっている中、なおも無限増殖するトガトゥワイスだけが戦っている状況ですね。じゃあトガちゃんを止めれば群河山荘はヒーローの勝利ってことか。でもさ、範囲攻撃できるヨアラシーナサやフォークスがいないから、トゥワイスの増殖は止められないんじゃない？止血の援軍が到着したことでヒーロー優勢になってはいるものの、範囲攻撃できるヒーローがピクシーボブぐらいしかいないため、肉弾戦主体のヒーローは徐々に追い詰められていますね。しかし間もなく群河山荘の戦いは決着することが確定しています。それはどういうこと？結論から言うと、トゥワイスに変身していられる持続時間がもうすぐ切れようとしているからです。そういえば黒霧に転送される前に、変身持続時間は最大40分くらいって言ってたね。ダビが群河山荘に転送され自爆しようとしているのが判明してから、ショートが上の区から群河山荘に駆けつけた時間を計算するとおよそ20分ほどです。神奈川県の上の区から和歌山県の群河山荘まで400キロくらい離れてて、飯田くんが1000音速時速約1200キロで走り抜けたから、ダビ爆発の報告からだいたい20分くらいで到着したってことだね。ダビが爆発する前にも数分間は群河山荘で猛威を振るっており、すでに30分以上は経過していると思われるため、トゥワイスの変身が解除されるのは時間の問題でしょう。数の暴力で押してたけど、群河山荘には虎とかシシドもいるから、トガちゃん一人だと絶対勝てないよ。トゥワイスの変身が解けた後でも他のヒーローの血を飲めば変身することが可能なため、本来なら逃げ切ることもできたはずですが、現時点では不可能になってしまいました。なんで逃げれなくなっちゃったの？戸賀卑弥呼を追いかけてきたお茶子が極限状態で研ぎ澄まされた観察眼によって、大量のトゥワイスの中からでも戸賀卑弥呼本体を見抜くことができるようになっており、混沌とする乱戦の中でも見失わなくなったお茶子の前では、他のヒーローに化けてもすぐに見抜かれてしまうでしょう。じゃあ変身が解けた瞬間捕まって終わりじゃん。ここからはお茶子と戸賀卑弥呼はどのような戦いを繰り広げるのか考察していきましょう。お茶子と戸賀卑弥呼ってどっちが強いんだっけ？変身能力と驚異的な身のこなし、そしてミスディレクションの達人である戸賀卑弥呼は、個性なしの戦いならイレーザーヘッドですら手玉に取る実力を持っています。しかし観察眼が研ぎ澄まされているお茶子相手では、変身してもすぐに見抜かれてしまう可能性が高く、刃物や対人戦闘に特化したガンヘッドマーシャルアーツを習得しているお茶子に刃物だけで挑むのは無謀と言えるでしょう。お茶子は急所を突かれない限り負けないけど、空が飛べない戸賀卑弥呼はお茶子に体のどこかを触られただけで無重力にされて終了だもんね。群河山荘から逃走する戸賀卑弥呼とそれを追いかけるお茶子という形で1対1の戦いになると思われますが、戦力的には圧倒的に劣る戸賀卑弥呼がお茶子に対抗するためには、個性が使える誰かに変身するしかありません。でもさ、変身しても好きな相手じゃないと個性が使えないから、あんまり意味なくない？そうですね。
なのでお茶子と対等に戦うなら個性が使える相手に変身するしかありません。現時点で戸賀卑弥呼が好意を寄せており、なおかつ血液を保存している可能性が高いのはお茶子、つゆちゃん、デクの3人です。つゆちゃんは奥戸島で吸血されてたから血をストックしている可能性は高いね。デクに関しても奥戸島の戦いでサポートアイテムのヴァンパイアネックを展開して交戦しているため、この時に血液を採取している可能性もあります。死へ8歳改変でデクに変身していたから、その時の血液ストックがあるかもしれないよね。触れれば即終了のゼログラビティを持つお茶子に対し、蹴りや舌で攻撃するつゆちゃんに変身して戦うのは相性が悪く、お茶子に変身しても足からジェット噴射ができる本物のお茶子に対してはゼログラビティも不利に働き決定打にかけます。そうなると超パワーを持っているデクに変身する可能性が非常に高いのではないでしょうか。でもさ、デクに変身してももともとは無個性なんだし、先代たちの魂がないワン・フォー・オールって意味があるのかな。これに関しては2つの可能性が考えられます。一つはモノマがワン・フォー・オールをコピーした時のように蓄えられたパワーまでは再現できず発動できないパターン。もう一つは超パワーを扱えるようになるも体が耐えきれないパターンです。そういえばモノマは個性の性質しかコピーできないって言ってたね。ワン・フォー・オールの元々の性質だった。個性をストックして別の人間に譲渡するっていう性質だけをコピーしちゃったから、ストック個性のない状態ではスカになったって感じなのかな。戸賀卑弥呼の変身がどのような解釈で個性を使えるようになるのかが定かではないため、ワン・フォー・オールが使えるかどうかは分かりません。しかし2人が思いを寄せているデクに変身することで戸賀卑弥呼のオリジンが語られる可能性は非常に高いのではないでしょうか。戸賀卑弥呼の過去ってキュリオスとの戦いでちょっと触れられたけど、戸賀卑弥呼自身の本心はまだ明かされていないよね。戸賀卑弥呼は初恋の人である斎藤君に面影が似ているということでデクに一目惚れしていました。そのため戸賀卑弥呼のオリジンに関係する斎藤君関連のエピソードが深掘りされる可能性は高く、お茶子との戦いでデクに変身することでお茶子と戸賀卑弥呼2人の本心が明かされるのではないでしょうか。お茶子がデクに対して本当はどう思ってるのか、戸賀卑弥呼と斎藤君の間に何があったのか、戦いながら恋バナをすることで2人の関係に決着がつくのかもしれないね。お茶子との戦いで決着がつきそうだけど、戸賀卑弥呼はどうなってしまうのかな。まだ未成年とはいえ数多くのヒーローや一般市民を殺している戸賀卑弥呼は警察に捕まった場合死刑もしくは無期懲役は免れないでしょう。でもさ、ヒロアカの世界って死刑制度あるのかな。脱獄ヴィランたちも死刑になってなさそうだし。現実世界をベースに個性が発現した世界を描いたヒロアカですが、実は作中で死刑囚となっているのはムーンフィッシュくらいで、死に際の個性の暴走などを考えると迂闊に死刑にできないという状況かもしれませんね。特に戸賀卑弥呼に関しては吸血という個性のせいで吸血衝動に駆られてしまったという背景もあるため、心神耗弱などが適用され減刑される可能性もありますが、それでも社会復帰は難しいでしょう。生まれ持っての性癖だから家族仲をこじらせた当夜みたいに更生するのは難しそう。少年院で数年間服役した後に出所後はお茶子たちと事務所で働くという展開もなくはないですが、根本的な解決にはなりえません。じゃあ戸賀卑弥呼はどうなってしまうのさ。個人的には戸賀卑弥呼の今後にはミスターコンプレスが大きく関わってくるのではないかと考察しています。ミスターって今捕まってるよね。全面戦争で逮捕されたミスターはその後治療を受け、現在は下天と同じく交流されている状態です。下天との会話でミスターはヒーローや警察と取引をしている描写があったため、ミスターが最終決戦に関わってくることは確実でしょう。ミスターはどんな風に関わってくるのかな。おそらく信楽戸村や戸賀卑弥呼を迎えに来るのではないでしょうか。全ての戦いに決着がついた後、信楽戸村や戸賀卑弥呼が生き残ったとしても、その後の人生は長い懲役が待っていることでしょう。仮に懲役を終えたとしても家族を手にかけた信楽戸村や変えられない性癖を持つ戸賀卑弥呼が社会復帰することは難しく、いい人生を送れるとは到底思えません。抜け殻みたいな人生になりそうだよね。もともと義族の血が流れているヒーロー家系のミスターは、今の混沌とした個性主義社会を世直ししようとする正義の心も持っています。
そんなミスターが最終決戦直後にひょうひょうと現れ、信楽戸村や戸賀卑弥呼、スピナーを連れ去り逃亡犯として指名手配されながらも、個性を生かした人助けをして巨悪を成敗する、彼らなりの世直しを続けていくという展開もあり得るのではないでしょうか。ヴィランたちの生きづらい世の中を変えるために良い方向で個性を使うダークヒーローみたいになるのはいいかもね。ということで今回は戸賀卑弥呼の結末について考察してきましたが、いかがだったでしょうか。僕のヒーローアカデミアはデクがヒーローになるまでの物語だから、今度は志村天子がダークヒーローになるまでの物語として僕のヴィランアカデミアが始まってくれたら嬉しいよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ